仕事から帰る途中、交通量の多い道路の中で彼女は思いがけず丸まっている猫を見つけました。毛は泥だらけで、体は衰弱し、目は絶望に満ちていて、彼女の心は痛みました。猫は震えながら彼女に向かって小刻みに歩み寄り、最後の助けを求めるような弱踊りじしい鳴き声を上げた。その瞬間、彼女は周囲の音は聞こえなくなり、ただ圧倒的な悲しみを感じるだけだった。彼女はためらうことなくかがんで猫を抱き上げ、冷たく危険な歩道から運び去りました。彼女の腕の中の無重力の体は、まるでその小さな生き物が消えてしまうかのように彼女を怖がらせた。家に着くと、彼女は猫を床に置き、慣れない周囲の環境をゆっくりと観察できるようにした。その目は部屋の隅々まで注意深く見渡しており、警戒しながらもかすかな希望の光を映し出していた。彼女が手を伸ばすと、猫は少し後ずさりして、その優しさを受け入れたかのようにじっと立っていました。飢えていることに気づいた彼女は、一口ずつ食べることで元気を取り戻せることを願いながら、急いで餌を用意した。猫は、まるで長い欠乏と孤独の日々に耐えてきたかのように、容赦なく食べ物をむさぼり食った。彼女は猫のそばに座り、背中を優しく撫でながら安心させる言葉をささやき、猫が安心できるように願った。食事を終えると、彼は彼女をそっとちらりと見た。その目は警戒心が薄れ、徐々に信頼を示していた。彼女は、子猫が休めるように温かい毛布を広げて、静かな小さな場所を用意しました。猫はまだためらいながらも、ついに体を丸めて横になり、呼吸も徐々に安定してきました。彼が眠っているのを見ながら、彼女はまるで壊れやすいものを救ったかのように安堵した。それから彼女は、一つ一つの動作をゆっくりと辛抱強く、外傷を慎重に治療しました。猫は痛みのために何度か小さく泣きましたが、心からの愛情を感じて行儀よくしていました。状況が改善すると、彼女は体力の回復を助けるためにさらに多くの食べ物を用意しました。今度は猫はもっとゆっくり落ち着いて食べ、最初の時のようにやつれた様子もなくなりました。その後の数日間、猫は床の上を転げ回り、自由と安心感を味わい始めました。ゲーム機の画面に足を遊び心たっぷりに触れさせ、好奇心にあふれた喜びで目を輝かせていました。かつては汚れていた毛が今ではきれいになり、ピカピカになり、家はより暖かく居心地の良い雰囲気になりました。少女は元気で活発な猫を見て微笑み、次第にその場所を自分の家族のように思うようになった。猫は彼女の手に頭をこすりつけ、感謝の気持ちに満ちた目で静かに家を見つけたことを伝えた。